こんにちは、こんばんは。D 所長です。こんにちは、こんばんは。春日部紬だよ。諸君、今日のテーマは睡眠。人類が人生の3分の1を費やすこの行為。実は、アルゴリズムを理解することで最適化できるんだよ。また始まったよ、D 所長の科学で解決シリーズ。でもさ、寝るのって感覚じゃないの？アルゴリズムって何よ？感覚に頼るのは原始人のやり方だ。現代人なら睡眠ステージを理解して、最適な眠りを設計すべきなんだ。設計って寝るだけなのに、なんか怖いんだけど。怖がることはない。まずは基本からだ。睡眠は約90分周期で、レム睡眠とノンレム睡眠が交互に訪れる。最初のノンレムが一番深く、ここで脳と体の回復が起きる。つまり、最初の90分が勝負ってこと？その通り。だから、寝始めの環境が極めて重要なんだ。枕の高さ、室温、光の量、すべてが睡眠の質を左右する。じゃあ、寝る前にスマホ見てるのって、最悪ってこと？最悪だね。ブルーライトはメラトニンの分泌を破壊する。メラトニンは眠気ホルモンとも呼ばれていて、分泌されることで自然な眠気が訪れる。うわ、言い方怖。でも納得。メラトニンっていつ出るの？通常は夜の暗さを感じた時に分泌が始まる。だから、強い光やスマホの画面はそれを妨げる。ちなみに、手足があったかくなると眠くなるのは、熱放散によって体温が下がるからだ。それ、めっちゃわかる。布団入ってて足ポカポカだとすぐ寝れるもん。それは科学的に正しい反応だ。人間の体は深部体温が下がることで眠気を感じるようにできている。だから寝る前にぬるめの風呂に入るのも効果的だ。じゃあ寝る前に熱いラーメン食べるのはアウト？交感神経が刺激されるからアウトだね。消化にもエネルギーを使うし、睡眠の質は確実に下がる。ラーメン好きなのに。でも寝れない理由が分かった気がする。じゃあ寝るってめっちゃ大事じゃん。もっとちゃんと考えなきゃだね。その通り。次は現代人がなぜ眠れないのか、その問題点を深掘りしていこう。最近寝ても疲れ取れないんだけど、これって年齢のせい？年齢だけじゃない。それは睡眠負債だね。蓄積すると脳にも体にも悪影響が出る。睡眠負債って借金みたいな名前だけど、寝れば返せるの？ある程度はね。でも慢性的になると返済不能になる。集中力の低下、免疫力の低下、メンタル不調まで引き起こす。怖。でもみんな寝てないよね。スマホ見て、夜更かしして、朝ギリギリに起きて。その通り。日本人の平均睡眠時間は OECD 加盟国の中でも最下位レベル。世界でもトップクラスの寝てない国なんだ。マジ？世界で一番寝てないの？それで仕事して、家事して、SNS 見て、そりゃ疲れるわ。しかも、夜型生活やスマホ依存がそれを加速させている。寝る直前まで脳が興奮状態だと、入眠まで時間がかかる。昨日さ、寝る前にラーメン食べて、スマホで動画見てたら、全然寝れなくて。それは交感神経が優位になっていた可能性が高いね。食事による消化活動と画面刺激による覚醒が重なってる。交感神経って戦う時に働くやつだっけ？寝る前に戦闘モードって、そりゃ寝れないわ。その通り。逆に眠るときは副交感神経が優位になる必要がある。リラックス状態を作ることが入眠の鍵なんだ。じゃあ寝る前にやるべきことってスマホじゃなくてなんだろう？ストレッチとか？ストレッチ、さっきも話したぬるめの入浴、アロマ、読書、呼吸法、どれも副交感神経を刺激する行動だね。入眠儀式として習慣化すると効果的だよ。入眠儀式って言うとなんか怪しいけど、やること決めとくと寝やすくなるってことか。そう、脳にこれから寝るぞと知らせるスイッチになる。毎晩同じ流れを作ることで眠気が自然に訪れる。なるほどね。じゃあ寝る前にラーメン食べてスマホ見てる私は完全に逆行してたわけだ。その通り。次はそんな睡眠問題を解決する快眠グッズを紹介していこう。じゃあさ、寝る前にスマホ見ちゃうのもラーメン食べちゃうのもダメって分かったけど、どうすればいいの？そこで登場するのが科学的に選ばれた快眠グッズだ。今日は3つ厳選して紹介しよう。待ってました。まずは何？まずは遮光アイマスク。メラトニンの分泌は光に左右される。完全遮光で脳に夜だと認識させることが重要だ。確かに部屋の LED とかスマホの通知とか地味に眩しいもんで。このアイマスクは遮光率 99% 以上。しかも目元に圧迫感がない立体構造。寝返りしてもずれない。それ使ったことある。朝まで外れないし真っ暗で寝落ちが早くなるんだよね。次はぬるめの入浴サポートグッズ。深部体温を下げるためには寝る90分前の入浴が効果的だ。でもさ、風呂ってめんどくさいじゃん。シャワーで済ませちゃうこと多いし。そこで登場するのが入浴剤。副交感神経を刺激する香りを使えば
リラックス効果が倍増する。香りでスイッチ入るのって意外とあるよね。あ、寝る時間だって脳が勝手に反応する感じ。その通り、香りはイルミギシティのトリガーになる。毎晩同じ香りを使うことで習慣化が進む。じゃあプロパス香りで交感神経をオンにするってことか。最後は睡眠トラッカー。自分の睡眠の質を見える化することで改善ポイントが明確になる。それってスマートウォッチとかリングのやつ？そう、心拍睡眠ステージを記録して翌朝にスコア化される。例えば深い睡眠が足りないとか、入眠に時間がかかってるとかがわかる。数字で見るとちょっと怖いけど逆にやる気出るかも。ゲーム感覚で改善できそうだよね。睡眠は感覚じゃなくデータで見る時代だ。自分の眠りを理解することが改善の第一歩になる。なるほどね。遮光、香り、データ、どれも今までのダメ習慣をひっくり返すアイテムってことか。その通り、これらの快眠グッズを使って快適な睡眠を手に入れよう。さて、今日のまとめだ。睡眠は感覚ではなく設計する時代。アルゴリズムを理解し、環境を整え、習慣を味方につける。それが快眠の鍵だ。アイマスク、バスソルト、スマートウォッチ、どれも自分の眠りをちゃんと見つめるためのグッズだったね。その通り、睡眠の質が上がれば日中のパフォーマンスも変わる。人生の3分の1をただの休息にするのはもったいない。みんなも自分に合った快眠グッズぜひ試してみてね。保存とチャンネル登録を忘れずに。また見てね。